じゃあ、ここからいよいよ大人のための ET 講座、本番ですね。まず ET がどんな作品なのか、ちょっと再確認しましょう。コメント読んでると、まだ見てないとかですね、この講座を見てから見るって言ってる人も結構いたのでですね、可愛いシャツありがとうございます。一応ET なので植物系のですね、シャツにしてみたんですけど、よくよく見るとですね、これがジュラシックパーク柄っていうですね、ジュラシックワールドなんですけど、ジュラシックパーク柄という嫌な柄でですね、同じスピルバーグ作品でちょっと韻を踏んでみました。これ ET の宇宙船ですね。あるですね、星の綺麗な夜ですね、ロサンゼルス郊外の、田舎町の外れですね、森の空き地にですね、こんなカボチャみたいなですね、宇宙船が着陸します。で、中からですね、出てきた小さな宇宙人たちは植物採取を始める。ですね。しかしですね、宇宙船を追う謎の男たちですね、が現れてですね、慌てて宇宙人が逃げ出してですね、宇宙船の中に逃げ込んでしまう。で、宇宙船はですね、もうダメだと言ってピャーっとですね、飛び立ってしまうんですね。で、しかしですね、そんな中、一人のですね、宇宙人ですね、一匹と言ってもいいんですけど、宇宙人がですね、逃げそびれてしまった。で、たった一人知らない世界に残された小さな宇宙人のお話です。ここにフィギュアセットがあるんですけども、これは登場人物たちなんですね。別に一時映さなくても大丈夫ですけども、登場人物たちなんですけども、ET です。これが主人公というのかな。ET という名前を名付けたのはですね、お兄さんのマイケルの友達です。エクストラテラストリアルというですね、意味です。科学の世界ではですね、実はこの一見科学用語に聞こえるんですけど、エクストラテラストリアルっていうふうに、こういうやつのことを呼んだりしないんですね。地球外のっていう意味であってですね、名詞ではないんですよ。正しくはですね、ETI というべきなんですね。エクストラテラストリアルインテリジェンス。つまり、地球外知的生命体だったら ETI になるし、もしくはエクストラテラストリアルビーイング、地球外存在というふうに言ってもいいんですけど、あんまり ET だけでは意味をなさないんですけども、スピルバーグはですね、この ET とは一体何なのかというのをですね、スタッフに説明しています。で、僕もね、これ、メイキングの映像で見て初めて、って思ったんですけども、スティーブン・スピルバーグによるとですね、ET は野菜だそうです。野菜っていうのが意外ですね。僕らのような動物ではなくですね、実は植物の進化した姿で、その実の部分、プラントの部分だというふうに言ってるんですね。だからスピルバーグはですね、スタッフが植物ってことですかって聞かしたら、いや、野菜なんだよというふうに言ってるんですよ。だからこのET が野菜だっていうのをですね、抑えてるとちょっと見え方が少し変わってきますですね。だから緊張するとですね、胸のところが光るんですよ。で、胸のところが光って内臓が見えるんですけども、その内臓も動物的な内臓ではなくてですね、ピーマンの断面とかですね、そういうですね、リンゴ切ったところとかそういう感じになってるんですね。あくまで動物ではないようなですね、形をしています。言われてみてですね、画面よく見たら確かにそうなんですよね。で、本当のこいつの名前っていうのはわからないんですよ。のでですね、もう以降は、すいません、このゼミの中でもこの生物のことを ET と呼びます。もうみんなが ET って言ってるし、本人も ET from home って、ET お家に電話するって言っちゃってんですから、ET って認めたんですからですね、ET と呼びます。で、こいつをですね、さっき追いかけてきたのが、こっちにいるですね、政府の男ですね。キーズというふうにですね、呼ばれてます。このキーズもですね、本名ではありません。腰のところにですね、いろんな車の鍵とかキーをジャラジャラつけて、で、追いかけるときにですね、走るんですね。で追いかけるときにですね、この鍵がガチャガチャ音を立てるから、ET たちがキーズっていうあだ名をつけてるんですよ。で、本編ではですね、エリオットたち主人公が、この男の名前を呼ぶことがないので、もうタイトルクレジットでもですね、ずっとキーズになってます。で、なんで、この ET たちはこいつにキーズって名付けたのかというとですね、この ET 業界ではこいつ有名なんですね。とにかく、こっそりと地球にいて植物採集しようとしたら、必ずキーズがやってくると。で、チャリチャリ音をさせてやってくると。で、あれは何かっていうと、自動車の鍵とか全然知らないので、宇宙人の歯だと。我々と同じようにいろんな宇宙人を捕まえて、こいつら野菜ですから動物に食われると思い込んでるんですね。いや、
本当なんですよ。これ、原作に書いてあるんですよね。E.T. の原作小説っていうのがあってですね、そこに、書いてるんですけども、こいつら野菜なのでですね、動物に捕まったら食われると思い込んでるんですね。で、その E.T. たち、宇宙人たちの食べた宇宙人の歯を腰にぶら下げて自分たちを怖がらせるためにチャリ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 鳴らしてるんだ。だからあいつに捕まったら最後だというようなことでですね、E.T. はキーズたちから一生懸命逃げると。映画の後半になってこのキーズっていうのが実はそんな悪い人ではなかったってわかるんですけども、E.T. はですね、そういうのを知らないというか、E.T. たちですね、宇宙人たち全員はそういうことを知らずにですね、何かというと着陸場所に向かって追いかけてくる、怖い動物だと思ってるんですね。繰り返しますが E.T. は植物系の宇宙人、野菜みたいなもんなのでですね、全くその動物のメンタリティが理解できないんですね。あのように早く移動してですね、で、あのように捕食行動をとって、あのように個体と個体の間に個性の差というのがあって、ある時には論争したり、親子の差というのがあったり、それぞれ同士に愛情があったり、憎しみがあったりするという動物特有の、価値観、物の考え方が全く理解できないんですよ、この E.T. に。なので、そこら辺でも誤解があるという話なんですよね。で、ここまでキーズの説明ですね。で、キーズに見つかりそうになってですね、E.T. は森から逃げて、郊外の一軒家の一つですね。郊外には住宅街があるんですけど、その中にひときわ高いところに建っている家があります。その物置の中に身を潜めました。で、そこに来たのが主人公の、もう全然似てないんですけど、エリオット少年ですね。エリオット少年です。10歳です。お兄さんの仲間にですね、入れてもらえない孤独な少年です。もうひょろひょろガリガリのひ弱な外見から、もうこの外見を見ただけで、将来は、お兄ちゃんね、バスケット、アメリカンフットボールやってるんですけども、絶対に学校でも人気出ないタイプだっていうのがわかります。今回これ来てるのでわかるとですね、すぐにパーカーとかで顔を隠すようなタイプの少年。それがエリオットですね。で、その夜ですね、お兄ちゃんマイケルとですね、友達たちは、家の中でですね、ゲームしてました。ダンジョン&ドラゴンズみたいな、RPG です。で、ダンジョン&ドラゴンズみたいなって言ったのはなんでかというと、本当はダンジョン&ドラゴンズを当時入ったから使いたかったんですね。で、スピルバーグのチームがダンジョン&ドラゴンズにですね、使わせてくださいというふうに交渉したら、そんなわけのわかんない映画には許可出せないというふうに断ったので、多分後で担当ものすごい怒られたと思いますけどもですね、しょうがないからスタッフが適当に D&D っぽいゲームっていうのをですね、でっち上げてそこで遊んでますですね。で、エリオットはですね、そのお兄ちゃんの仲間に入りたくて、仕方がないです。でもですね、みんなに無視されてますね。で、これがお兄ちゃんですね。お母さんもですね、多分ね、エリオット君ってお父さん子なんですよ。一人だけ髪の毛の色が黒いから。で、お兄ちゃんも妹もお母さんも全部金髪で、特にこのお兄ちゃん体もでかいし、ちょっとイケメンでですね、アメフトやっててですね、モテそうなタイプなんですね。リア充なんですけど、密かにですね、ママのボルボの運転をですね、こっそりやってます。千と千尋の神隠しでですね、お父さんが運転したのと同じタイプのボルボですね。ボルボに乗ってですね、お母さんの見てないところでこっそりですね、駐車場から出す練習を毎日やって、駐車場から毎日ガンガンと当ててですね、それを妹に告げ口されそうになって怯えてるというですね、変なお兄ちゃんですね。映画の後半の方でですね、そのお兄ちゃんが初めて車を前へ走らせるというシーンが一つの山場になっているぐらいですね。そこら辺はいいシーンですね。割といいお兄ちゃんなんですけどもですね、ちょっと弟よりも友達を優先する。この年頃の男の子にしたら当たり前なんでしょうね。そういうところがあります。で、お兄ちゃんの命令でですね、エリオットはですね、ピザの宅配を受け取りに行きます。1982年の段階ではですね、実はほとんどの日本人は、少なくとも大阪に住んでいる僕はですね、宅配のピザなんて知らなかったんですよね。宅配ピザ以外にもですね、公開同時に日本にはですね、馴染みのなかった、E.T. の中に出てくる、例えば両親が離婚しているとかですね、学校内に格差があってっていうふうな、こういうような問題はですね、もう今では日本では当たり前になってきてますよね。だから、今の日本っていうのはこの E.T. で描かれている1982年の日本に近づいているというふうに僕は思います。
エリオット君はですね、物置で不思議な生き物の気配を感じてですね、慌てて家にダッシュって帰ってきます。しかし、帰ってきたですね、ママは信じてくれません。ここでママの登場です。ママですね。もうみんなポーズが全部これ同じで嫌になってきますけども。まあまあ、安物のフィギュアなんてこんなもんでしょう。メアリーって名前です。お母さん、ママ、30代半ばです。ボルボを運転するですね、シングルマザーです。すごいいいお母さんなんですけども、旦那がですね、若い愛人と駆け落ちしてメキシコに行ってしまったという事実をちょっと未だに受け入れられてないんですね。それが出てくるのがですね、エリオット少年がですね、行方不明になった時、警官が来てですね、説明するんですね。で、警官にですね、家庭に問題はなかったんですかって聞かれた時に、お母さんがすごい、メアリーがすごい言いにくそうに、ちょっと前に主人が、なんか別居しましてって言うんですね。で、ちょっと前って言うんですけど、ちょっと前じゃないんですよ。っていうのは、例えば一番下の妹ガーディからお父さんの思い出に対するセリフが全く出てこないんですね。つまりガーディですね、一番下の6歳ぐらいの娘がもう覚えてないぐらい、お父さんという存在を覚えてないぐらい、多分4年ぐらい前にもう別れちゃったんですよね。スピルバーグ映画っていうのは時々ですね、こういう、セリフで登場人物が嘘をつくことがあるんですよね。で、それによってこの観客にですね、このお母さんメアリーは未だに離婚したという現実を受け入れられないんだ。だから家族の間でもお父さんの話っていうのはタブーになってるんだっていうのがですね、分からせようとしてるんですよね。やっぱり自分自身がスピルバーグの両親も離婚してですね、家族の間でその話題がタブーになってたというふうに言うのでですね、すごいリアルなやりとりなんだと思います。で、お母さんはですね、この物置に変な生き物がいるということを信じてくれない。で、お兄さんもですね、生意気な妹のガーティも信じてくれません。生意気な妹のガーティですね。ちょっとポーズがマシになりました。生意気な妹のガーティです。6歳ですね。多分野原慎之介と同い年ぐらい、幼稚園の年長さんぐらいだと思います。カウボーイマニアでですね、何かというとカウボーイの、コスプレをしてですね、学校行くとき幼稚園行くときもコスプレ、カウボーイのコスプレしてます。で、みんながですね、ハロウィンで、お化けとかの格好をするときにですね、ガーティは何着るのと言ったらですね、カウボーイって即答するぐらい本当にカウボーイマニアなんですね。これ演じてるですね、ドリュー・バリモアっていう人はですね、サイレント映画時代のもう名俳優ですね、ジョン・バリモアのですね、孫なんですよね。で、お父さんも俳優、もうバリモア家っていう名家の生まれなんですよ。で、おまけにこの E.T. ですごい人気出て、名子役としてですね、めちゃくちゃ有名になっちゃったんですね。で、その反動で、この映画に出た時は7歳だったんですけども、2年後にはですね、アル中になってですね、3年後にはですね、マリファナに手を出して、5年後にはですね、コカイン中毒になってですね、アル中治療センターにですね、放り込まれるというですね、とんでもない人生なんです。で、その後体中にタトゥー入れてですね、なんか、16歳ぐらいまで人生の底辺を全て経験してですね、17か8ぐらいで、なんかね、違う、15歳だ、15歳で、人生の底辺全部経験した後、15歳で自分の家族を相手に訴訟して、普通アメリカでは成人になるまで親の保護下にあるじゃないですか。でも私がこんな、なんか麻薬中毒でアル中になったのは親のせいだった。その通りなんですよ。バリモア家は代々、アル中だったのですね。これはもう本当に本人が言う通りなんですけども、この家族から別れないと、私はもうこの変な人生から逃れられないと言って、家族相手に訴訟を起こして、主な戦う相手はお母さんだったそうなんですけども。で、自分のですね、保護権っていうのを自分自身で手に入れるというですね、かなりすごいことをやってですね、その後ですね、ハリウッドで、大女優になってですね、代表作はチャーリーズ・エンジェルですからですね、チャーリーズ・エンジェル2ではですね、プロデューサーまで務めるとですね、もう女優兼プロデューサーですね、すごい有名な人、多分この中で一番成功したのが、このドリュー・バリモアですね。で、お母さんもですね、お兄ちゃんも信じてくれない、妹もですね、なんか馬鹿にするということですね、エリオットは思わず、パパなら信じてくれたのにっていうふうにですね、口走ってしまいます。で、パパなら信じてくれたのにって言うと、もうこの一家の雰囲気が急に凍りつくんですね。食卓でですね、お兄ちゃんと、
妹のガーティがお互いの顔を見合ってお母さんのをチラチラ見てると、お母さんが一生懸命涙こらえて、失礼って言って立ち上がって台所に行っちゃうんですよね。で、お母さんはそのまま、それでも我慢できなくなって、どっか自分の部屋にこもってしまう。で、エリオットはですね、一人で、食器を洗ってしまう。食器を洗っていると。それがこの冒頭の、このシーンですね。エリオットは食器を一人で洗って、これが湯気のシーンになって、ラストに繋がっていくっていうのはですね、冒頭で説明した通りです。で、この E.T. というですね、映画はスピルバーグの作品の中でもかなり特殊なポジションになるんです。僕すごい好きな作品で、もともとは未知との遭遇というですね、1977年の映画、5年前、E.T. の5年前に作った映画の続編として企画されました。未知との遭遇っていうのは、英語の現代はクロスエンカウンターオブサードカインドっていうですね、で、第三種接近遭遇というですね、不思議な言葉なんですよ。これはアメリカ空軍のですね、UFO 調査組織ですね、参加したアラン・ハイネック教授っていうですね、もう本当に天文学の権威で、UFO 否定派だったんだけども、ところがアメリカ空軍のですね、研究プロジェクトに参加した後ですね、徹底的な否定派だったのが、これ否定できないっていうふうに言って肯定派にくら替えしたっていう、すごい珍しい人なんですね。で、その人が作った言葉で、第一種接近遭遇っていうのは UFO を150メートル以内の距離でですね、ディテールがはっきりわかる距離で目撃することを第一種接近遭遇。第二種接近遭遇っていうのは UFO が近づくことによって、例えばこの証拠が残ったり、着陸した後の草が燃えてたり、あと自動車が動かなくなったり、家のヒューズが飛んだり、いろんな現象が起こる。その現象を体験することが第二種接近遭遇。第三種接近遭遇というのは UFO の中に乗っている乗組員と直接接触をすること。で、その第三種接近遭遇、クロスエンカウンターオブザサードカインドっていうのがタイトルの映画を作ったんですよ。かなりマニアックなタイトルでしょ。で、こういう科学用語をそのもの、専門用語そのものをタイトルにした映画の続編だからこそ E.T. なんですよ。エクストラテラストリアルってですね。これ本当にね、反対されたそうです。スピルバーグにしてみたらクロスエンカウンターオブサードカインドの続編だからもうエクストラテラストリアルでいいじゃないかと。もし E.T. がダメなんだったらその前のやつどうなんだよと。未知との遭遇なんてスターウォーズが出てくるまで映画の興行記録更新してたんだぞと。クロスエンカウンターオブサードカインドでいいんだったらエクストラテラリアルでいいじゃないかってめちゃくちゃ説得してなんとか現実に持ってったタイトルなんですね。で、その E.T. という映画、何が特殊かといってですね、まずその予算がたった1000万ドルなんですよ。ほぼ今の価格にして10億円なんですね。これスピルバーグの映画の中でも、メジャーになってからスピルバーグ映画の中でももう特に低いです。で、その1000万ドルしかない予算のうちの150万ドルがですね、メカニックで動く E.T. なんですよ。この E.T. の中にいろいろなメカ入れて、で、心臓とかの部分動いて光って、で、体が動いて、目が動いてっていう、これを作るだけで150万ドルですね。全予算の 15% かかってるんですよ。それぐらい低予算映画ですね。だから、無名な俳優しか出てこないですよ。子役と無名な俳優しか出てこない。でもそれこそがやっぱりスピルバーグが作りたかった映画なんですよ。その有名なスター、有名な役者とかで周り固めるとですね、そういう、どんどんヒットさせなきゃいけなくなって、映画会社の言うこと聞かなきゃいけなくなる。そうじゃなくて、すごい小さい作品作りたいと思ってるんですね。だから、低予算映画のですね、スター・ウォーズですら、アレック・ギネスというですね、イギリスの有名なシェイクスピア俳優を出さざるを得なかったと。それぐらい、ハリウッド映画にとってはどのスターが出てくるのかっていうのがポイントであって、映画館のですね、小屋主は、配給される映画をうちの映画館でかけるかけないっていうのは、誰が出てるのかでしか見てなかった時代っていうのがあるんですね。だから、もう、ほとんどが子役で有名俳優が全く出てこない映画っていうのは、スピルバーグの知名度をもってしても、本当に自殺行為だったんですね。だから逆に言えば、スピルバーグは1000万ドルしかかかりません。10億円しかかかりませんから、この冒険やらせてくださいというふうに言って作った。スピルバーグの中でもすごい特殊な映画です。で、ちなみにですね、その150万ドルはかけて作ったこのメカニック E.T. はですね、動きがぎこちないと。これ
この ET 作ったのはカルロ・ランバルディっていうですね、イタリア人の職人さんなんですけど、まあ、ランバルディ一族っていうのがいてですね、こういうのを作るときに、いや、これは、俺の甥っ子でないとここの部分は作れない。いや、これはなんか俺のおじさんの、友達でないと作れないとか言って、イタリアからですね、知り合いを山ほど呼んで予算が上がってしまったんですね。で、そうやってヒーヒーって作った ET が、やっぱ、まあ、クライマックスシーンでなんとか動いたんですけど、あまり動かないんですね。で、特にこの指先の演技が難しかったんですね。この指がこう細かく動くっていうのは、この時代の技術ではなかなか難しくて、で、もう、スピルバーグですね、とにかく嫌になってですね、パントマイムの女の人にですね、ちょっとお前指長いじゃんと。確かにその女の人、指綺麗でめちゃくちゃ長かったんですよ。いや、これ母親譲りなんですよって言ったら、君悪いけど ET の手やってくれないっていうふうに言ってですね、その女の人、この指の先にですね、すごい長い指つけられてですね、映画の中で ET の手がアップになったり、チョコレートをこうなんかつまむシーンとかですね、ほとんどの手の動きのシーンはそのパントマイムの女の人がやってるんですね。だから、でも映画の公開の時にはですね、このカルロ・ランバルディの作ったメカニックのですね、ET がすごい評判になったので、まるで全部この機械のやつがですね、すごい技術で動いてるように見えるんですけど、案外、ET のボディがあってもですね、その下にはこのお姉さんがいてですね、手の部分だけ自分でやってるっていうのがですね、やたら多かったそうです。ほとんどそんなシーンばっかりだったそうです。で、予算をですね、さっき話した、すごい低く抑えたもう一つの理由は、スピルバーグがプライベートフィルムのやり方で作りたかったからなんですよね。当時、まあね、今はね、そのアレルギーだいぶなんとかなったみたいなんですけど、スティーブン・スピルバーグはですね、大予算、大スターで作るですね、ハリウッド映画の方式にですね、ものすごいストレスを抱いてました。特に男性スタッフとか、あと男の俳優、俳優さんって、あっちの俳優さんって推しが強いんですよね。スピルバーグ自体を、父親が子供の頃にですね、家を飛び出して出て行ってしまって、その後家族といえばお母さんなんですよ。で、お母さんが有名なピアニストで、付き人が7人いたそうなんですよね。で、付き人も全部女の人なんですよ。有名なピアニストのお母さん7人の付き人の女性で、スピルバーグの下には3人の妹なんですよ。で、女だらけの家族中で過ごした女だらけの中で唯一の男の子として育ったスピルバーグはですね、男性がかなり苦手なんですよ。その男らしい男が苦手なんですよ。まずスピルバーグ自体背も低いし、ユダヤ人特有のガリガリで鍵鼻で、髪の毛ももじゃもじゃでですね、もう本当に全くモテるタイプじゃない。だから男っぽい男がですね、まあ、憧れもあるんでしょうけど、逆に苦手なんですね。だから、ハリソン・フォードとかですね、最初はですね、すごい苦手だったみたいです。ハリソン・フォードってやっぱ演技論にうるさくて、なんでこのシーンこうなんだ、俺のセリフはこうのはずじゃないか、監督考えたんだけど、俺はこのシーンはこうあるべきなんだって、ぐいぐい押してくると。で、スピルバーグがね、そういうのを相手するのが苦手なんですよ。だからトム・ハンクスとかですね、トム・クルーズとかですね、とりあえず、スピルバーグが作る俳優って、なんだかんだ言って監督の言うことを素直に聞いてくれるやつが多いのは、やっぱこの最初のうちのですね、リチャード・ドレイファスとかハリソン・フォードが、ぐいぐい押してきて、割とね、苦手だったっていうのがあるらしいです。で、有名な俳優になっちゃうと、男性俳優になってくると、必ず自分の演技プランっていうのを持ってきて、監督相手に説得しようとするんですね。で、ジョージ・ルーカス、スター・ウォーズのジョージ・ルーカスもこういうですね、男性的な現場が苦手だというふうに言ってます。で、語ってるんですけども、スピルバーグはそれ以上に、とにかく議論するのが苦手だったんですね。実はですね、スティーブン・スピルバーグは2012年にですね、ディスクレシアですね、識字障害のですね、診断を受けてます。識字障害というのはつまり、文章が読めなかったり、文字の形がよくわかんなくなったりすると。で、言葉のですね、やり取りというのがすごく苦手なんですね。だから、ああいったこういったっていうようなですね、そのディスカッションみたいなものをできるだけ避けて生きてきたんですよ。で、そのディスクレシアのですね、診断を受ける前はですね、スピルバーグ自身が、アスペルガー障害の、診断が出たこともあるというふうに言ってるんですね。で、とにかく両方に共通して言えるのは、スピルバーグのタイプは言葉で人とコミュニケーションを取るのがもう徹底的に苦手なんですよ。で、その分、映像でこういうふうに見せたら相手に分かってもらえるって、この感がめちゃくちゃ鋭いし、他人が撮った映画見ても、あ、こういう意味なんだ。なるほど。
こういう法則があって、こうすれば、観客はこんな感情になるんだと読み取るのがものすごくできる。だから欠点が逆に言えば長所になったんですけどもですね。ところがですね、映画制作の現場では、特にハリウッドの映画制作の現場では、監督っていうのはいつも自信たっぷりで自分のビジョンっていうのを持って、それを口にして、なんでこのシーンはこうじゃなきゃいけないのかっていうふうに、相手に強く言えるタイプでないと生き残れないんですよね。だからエイリアンの時のリドリー・スコットは、そのイギリス流の割と紳士っぽく振る舞って、スタッフとすごい喧嘩したというかですね、揉めたというふうに読んだことあるんですけど、そうなんですよ。ハリウッドの映画の作り方っていうのは、基本的にみんな上昇志向あるので、カメラマンにしても、照明にしても何にしても、監督に何か一言言ってアピールして自分のアイデアを通してっていうふうなことを考えるんですけど、スピルバーグそれをやられるとものすごいストレスなんですよね。で、E.T. はそういうハリウッド的な男性的な現場から逃避して、プロデューサーにですね、キャスリン・ケネディっていうですね、今回 E.T. がもうプロデューサー初になる、女性ですね。割とですね、1941の頃ぐらいから付き合いがあったらしいんですね。いわゆるアシスタントプロデューサーとして。それをもう大抜擢してですね、まず、このキャスリン・ケネディですね、スピルバーグのことをすぐ褒めてくれるんですよ。このめちゃくちゃすぐ褒めてくれて、スティーブン・スピルバーグとインタビューでもめちゃくちゃ褒めてくれるキャスリン・ケネディをまずプロデューサーにして、で、どの現場にもですね、キャスリン・ケネディを同席させるようにしたと。で、脚本は当時ハリソン・フォードの付き合っていたガールフレンドですね、メリッサ・マティスンっていう、これまた女の人でですね、なんかこのキャスリン・ケネディとメリッサ・マティスンを見てくると同じようなタイプの人なんで、スピルバーグこのタイプが安心するんだろうなっていうのがわかるんですけど、で、このメリッサ・マティスンはですね、脚本家なんですよ。脚本家なのにですね、撮影現場にいつの間にか居座ってですね、演技指導を始めてですね、ついにはライトはそこじゃないとかですね、カメラをこっちから撮るのよとか言うぐらいですね、ガンガン、キャスリン・ケネディもそうですけど、メリッサ・マティスンもですね、現場にガンガン口出ししてですね、で、最後クレジットを見たらですね、アソシエイトプロデューサーっていうですね、なんか脚本家以外に役職までついてるんですね。こうやってですね、グイグイが入ってくると。で、二人がかりでですね、最高よとかですね、今のシーンすごいわ、スティーブ天才よというふうに言ってくれるおかげで、スピルバーグがものすごいリラックスできたんですよね。で、スティーブン・スピル、この、E.T. のメイキング&ストーリーブックって本があるんですけども、この本の中でもですね、当時のことをスタッフたちは、とにかく、スタッフが少なかったと。E.T. ってすっごいスタッフ少なかったと。だから、もうみんな和気あいあいとして、息ぴったり合ってた。あと、あんな女性の多い現場は初めてだというふうに語ってるんですね。で、僕もメイキング見てみたんですけども、本当にね、女性スタッフが他の映画に比べて段違いに多いんですよ。で、それが、スピルバーグの安心できる環境だったんだと思います。女性に囲まれて作った、E.T. はスピルバーグにとってですね、子供の頃と同じ、いわゆるもう子供の頃の実家の家と同じですね、リラックスできる環境だったんですね。で、あまりにもこれ思い通りに作りたいと思ったのでですね、スピルバーグはですね、初期案では E.T. という映画の中で大人の顔を一切出さないっていうふうに予定してました。もう、むちゃくちゃなんですけども、チャーリー・ブラウン、スヌーピーの漫画って原作読んだことある人いますか？あれチャールズ・エム・シュルツの書いたですね、スヌーピーの漫画の中には大人が出てこないんですね。足しか出てこないですね、出るとしても。で、アニメ版でもですね、大人出てくるシーンあるんですけど、やっぱ足しか映んないんですね。で、ほよっていうわけのわかんないセリフを言って、で、チャーリー・ブラウンが、わかったよ、今すぐにやるからっていう風に言ったりすると。なんかそういうやつなんですけど、そうやって撮りたかったそうなんですよ。で、登場してもですね、大人が登場しても子供の目線で描くから、腰から下しか、せいぜい胸までなんですね。胸から下しか映らない映画で、頭から最後まで撮ろうというふうにしてたんですね。で、だから冒頭のですね、E.T. が、宇宙船にですね、取り残される、地球に残されるシーンで、このキーズの腰から下しかずーっと映らない。で、顔が映りそうになったら逆光になって、あくまで顔を映さない演出っていうのをずっとやってるんですけども、これはですね、初期の演出プランがまだ残ってたからなんですね。しかしですね、現場で撮り始めたらですね、キャスリン・ケネディとメリッサ・マティスンから、これ無理よっていうふうに反対されて、スティーブン・スピルバーグがあっさりプラン引っ込めるんですよ。このようにですね、女性スタッフに囲まれた現場ではですね、スピルバーグストレスフリーになって、自由にアイデア出して、こういうふうにしようって言ったり、それ無理よっていうふうに、男のスタッフからちょっと
マウント気味に言われるんじゃなくて、女のスタッフから言われるとですね、割と自分が出したアイディアでも平気で、じゃあやめようかというふうに引っ込めることができたそうです。で、あとね、この女性ばっかりのスタッフだからできたのがですね、このラストシーンなんですけども、E.T. ラストシーン僕すごい好きなんですけども、エリオット少年のドアップなんですね。宇宙船が飛んでいって、で、他のキャラクターは基本的に笑ったりですね、なんかしてるところ、エリオット少年だけはずーっと真面目な顔をして上の方を見ていって、風だけがうわーっと流れてきて、で、エリオット少年の髪がうわーっと動いてる、ここで、ジョン・ウィリアムスの音楽のターン、タタターン、タタターン、ターンってなって、バンって真っ暗になって、キャストっていうふうにですね、スタッフリストが現れるですね、本当にブチ切れるようなすごいエンディングなんですよ。この子のアップだけで風に髪が流れてて、ひたすら上を見ていって、もう会えないんだ。だから、最後の一瞬まで宇宙船を見てるっていうふうにずーっと見てる顔で髪がガーってやって、バーン、バーン真っ黒になってスタッフリスト。本当にね、すごいエンディングなんですけども、これね、本当はラストじゃなかったんですよ。これもですね、僕今回 E.T. に関する本とかスピルバーグのインタビューとか研究書とかを本当にかなり読んだんですけども、本当のラストはですね、このエリオット少年のバーンってシーンの後、飛んでいく宇宙船がまだ映るんですよ。未知の遭遇と同じですね。未知の遭遇も最後宇宙船が夜空に飛んでいて宇宙に飛んでるとこまでもうきっぱり映すんですけど、同じように宇宙に向かって飛んでいく宇宙船があって、アメリカ空軍にですね、スクランブルがかかって、ジェット戦闘機が E.T. の宇宙船を追いかけるんですよ。ところがですね、E.T. の宇宙船がものすごい速度でギューッと加速して上がっていくもんだから、スクランブルかけたジェット戦闘機が次々と追いつけなくなって失速して諦めて降りていくんですね。で、その後ですね、宇宙船の中にカメラが入って、宇宙船の窓からですね、E.T. が地球を名残惜しそうに見てて、そこにですね、E.T. の友達みたいな同じ種族のやつが来て、隣に来て、で、二人で胸が赤くポーッと光って、そこで終わりっていうですね、エンディング考えてたそうです。で、違う、まだあるんだ。で、さらにですね、ラスト、ここで終わりかと思ったら、3週間後か4週間後ぐらいのですね、エリオット家が映るんですね。で、エリオット家ではですね、これが本当の最後なんですけど、エリオット家ではですね、またダンジョン&ドラゴンズみたいなゲームをですね、お兄ちゃんとお兄ちゃんの友達と、今度はエリオットもやってるんですよ。ところが、このゲームやってる時はですね、エリオットがゲームマスターになって、お兄ちゃんの友達たちは、はい、お前負けとか、わははとか、さあどうするとかって、お兄ちゃんの友達を仕切って、もうぐんぐんその場を回してっていうところで、終わってカメラが引いていくと窓の外に出て、エリオットの家の屋根までカメラが上がっていくと、そこにですね、E.T. が作った通信機が、エリオットの家の屋根にはまだ乗っかっていて、それがかすかにカタ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 と風で動いてるかもしれないみたいに見えると。つまり E.T. とまだ通信が取れてるのかもしれないみたいな可能性を見せて、そこでエンドっていう字が出る予定だったそうです。で、しかしですね、このエリオット少年の演技ですね、このカメラの方を向かずに、ずーっと絶望のような表情で上を見てるのをですね、一つのカメラで撮ってるわけですね。で、これをやった時にですね、その場のスタッフが本当に全員感動したんですって。で、撮ってるカメラマンも途中で泣き出して、涙拭きながらカメラを覗いて、スピルバーグも泣いて、もうメリッサ・マジスも泣いて、キャスリン・ケネディも泣いてて、もうとにかくあまりにもこの男の子がすごかったんで、みんなうわーって泣きながら見てて、で、このシーン撮影終わった後ですね、スピルバーグが突然宣言するんですね。もうこの映画ここで終わりでいいと。こっから後のジェット機もやらないし、宇宙船の中もやらないし、エリオットが部屋のシーンもなしだ。今日これで撮影は全部終わりだって言ったらですね、みんな唖然としたわけですね。ちょっとと。いや、確かに今のシーンそれでいいけど、かっこいいけどそれでいいのって言ったらですね、まずキャスリン・ケネディとメリッサ・マティスが立ち上がって、その通りよ、スティーブって、ここで終わりでいいわって言ったので、みんな納得してですね、ここで終わりなのかという風になったそうなんですよ。だからこの映画シーンのこのラストシーンっていうのはですね、いきなり唐突に終わるからこそ心にすごく残るシーンっていうのは、実はこの女性スタッフの指示で生まれたそうです。いやね、
もうまあ、前半、ET 無料の前半こんなもんなんですけど、じゃあ、なんで、スティーブン・スピルバーグはですね、ET を作ったのかってですね、スティーブン・バーグがですね、ET を作ったそのあまりに、悲しいですね、理由と、あと、ET 途中で一回死んじゃいますよね。あれですね、まるで、雨の中、夜、寒い時にですね、外の川のところにいたから風邪ひいて、それでこじらせて死んだように見えるんですけど、違うんですよね。彼は野菜ですから、植物だからそんな理由で死んだりしないんですよ。実は ET が死んだのには殺した犯人っていうのがちゃんといるんですね。その ET を殺した犯人は誰かという話をですね、次の話ではします。一旦休憩しましょう。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。